皆さんこんにちは、千尋です。今回の J ディスカバリーはインスタ映えということで、そのテーマにぴったりなゲストを今回お呼びしております。トラベルインフルエンサーのあゆみさんです。どうぞ。はい、こんにちは、あゆみです。よろしくお願いします。インフルエンサーっていうワードは聞いたことあるんですけど、トラベルインフルエンサーってなんかどんな意味になるんですか？そうですね、トラベルって旅行っていう意味だと思うんですけど、実際に私が旅先に行って、写真を撮ったものを SNS、インスタグラムとか YouTube とか TikTok で、情報発信をするっていうのがお仕事になっています。すごい、そういったいろんなところに旅をされているあゆみさんに今日は、いろんなインスタ映えのさせ方って言えるんですかねを教えていただきます。今回はこちらのですね、お花がいっぱいあります花バーというところに、連れてきていただいております。花を味わう贅沢な時間というのもコンセプトにされているお店ということで、こちらを舞台にちょっとあゆみさんにいろいろレクチャーをしていただこうかなと思います。まず撮っていく前に、私がそのインスタに写真を載せる時の、写真の撮り方のポイントが3つあるので、それをちょっと紹介していきます。で1つ目はもうちょっとご存知の方多いかもしれないんですけど、もう水平垂直をすごく意識して撮ります。2つ目がなんか不要なものを写さないっていうことですね。こういうちょっとメニューとか小物はちょっと写さない方がすっきりして見えるので、不要なものはいつも排除してます。手絞りとかも全部ポケットの中入れたりして撮ったりしてます。で3つ目はインスタに載せる時って空白がすごく大切になってくるので、空白を意識して撮ります。ドリンクとかをすごくアップで撮ってしまうと、すごいなんか圧迫感があって、なんか見ててなんかちょっと疲れちゃうんですよね。ごちゃごちゃしてそういう空白ですね。そうですそうです。なのでちょっと今回はこの3つのポイントを意識してちょっと写真撮っていきたいと思います。はい、頑張ります。3つ。はい、お願いします。お願いします。まず写真を撮る前にせっかくカフェに来たので、まずちょっと注文からしていきたいと思います。で、ここの場所がちょっとくすんだ青色の壁をしているので、いろんな色のドリンクがあるんですけど、青っぽいドリンクを頼んでいきたいと思います。なるほど、色もやっぱ考えて、めちゃめちゃ大事ですね。確かにそうですね。なので今回はこのコールラーバっていう今のコールラーバの期間限定のドリンクを一つで、これがちょっと青紫っぽい色をしているので、もう一つはちょっと緑っぽいウタドライっていうドリンクを頼んでいきたいと思います。コールラバっていうドリンクとウタドライドリンク一つずつお願いします。あとこのせっかくなのでこのマフィンも頼んでいいですか？かわいい。めちゃめちゃ可愛いですね。お花乗ってるんですね。全部お花も食べられます。あ、そうなんですか。すごい。じゃあこれもね、これも頼みましょう。お待たせしました。可愛い。はい、ありがとうございます。すごい、海みたい。めちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ綺麗ですね。今日なんか夏っぽくて爽やかですね。いい感じです。じゃあ今から撮っていきましょう。お願いします。で、まず私がすることが、このおしぼりとかが映ってしまうと、ちょっとごちゃごちゃして見えてしまうので、これをちょっと隠して、さっきのポイントですね。そうです。私的に誰が撮っても可愛く見えるのがこのくすんだブルーの壁とこの木の机がすごく可愛いので、こっちから写真を撮りたいと思います。なるほど。どうします？先に写真撮ってみます。緊張するけど、ビフォーアフター。ビフォーアフターで。どうしよう。はい。それもね、すごく可愛いですし、大丈夫ですか？OK なんですけど、ちょっとここのお店の空間とかを伝えるためにちょっと撮り方を変えていきたいと思います。ちょっとアップで映しちゃうと、せっかくここにお花があったりとかするので映ってなかったのでちょっと引きます。でその時にこのドリンクも前に持ってきていただいて、これぐらいで
壁いいですね。あ、そうですそうです。そうするとちょっと離れて撮ると、こういうお花とかも入るので、ちょっと雰囲気がカフェの雰囲気が伝わるのかなって。であとはこの机とかもちょっと本当に平行になるようにまっすぐ。確かにまっすぐですね。であともう一つ撮り方があって、まあこれはちょっと iPhone の場合かもしれないんですけど、このポートレート機能っていうのを使って、ちょっとボケ感を出していきたいと思います。被写体とその奥の壁とかの距離を空けて写真を撮ってあげるとボケるはずです。どうですかね。あ、ボケ感、奥がねちょっとボケてます。すごい。そうですね。ただちょっとここの距離感が少し狭いので、今のもちょっとボケ感があまり出てなかったと思うので、奥がすごく遠いので、ここから撮ると、こっちですか。そうですそうです。そこから撮るとめちゃめちゃボケると思います。すごい。あ、ボケましたね、めちゃめちゃ。ちょっとインスタグラマーになってで、めっちゃ上手ですね。上のお花もちゃんと入れて撮ってくださってるから。アドバイスちゃんと聞きました。写真を撮るときは結構奥行き感とかも意識しながらその場所を選んでますね。確かに奥行き考えたことなかったです。そんなにまた可愛い色が。これにも花が乗ってて可愛い。ありがとうございます。いっぱいもうすでにたくさん撮ったんですけど、まだなんか撮り方ってあったりしますか？ありますね。やっぱりせっかくこんな可愛いカフェに来たので、自分が写ってる写真も撮りたいと思います。なるほど。はい。で iPhone の超広角の機能がある方は、このマイナス5を選んで撮っていただくと、もう天井まで写真が写るので、お花もしっかり写して撮りたいと思います。はい。OK。めちゃめちゃいいです。どんな感じです。こんな感じ。天井までお花があって、でここに座って食べてるっていうのがポイントになるので、ここからのは多分水平かな。はい。何回か撮ります。わあ、ちゃんと顔を動かしている。あ、これめっちゃいいです。これどうでしょうか。可愛いです、可愛いです。でもこれってiPhone のカメラが3つある人しかできない撮り方なんですけど、そうですそうです。これがない人でも撮れる撮り方があるので、それお伝えしましょうか。それがパノラマ機能なんですね。パノラマ。これあえてこっちにするんですよ。縦に。そうです。で下からこう上に持っていくと縦長の写真が撮れるので。なるほど。パノラマでオンにして、そのままじっとしててください。でゆっくりゆっくりカメラを上に上げてきます。でボタンを押しても止めれるんですけど、これを下に向けるとパノラマがそのまま止まるので。あ、そうなんだ、知らなかった。そうするとこんな感じの写真が撮れます。あ、すごい。そうですよね。この下からパノラマで撮ると縦長の写真が撮れるので、広角いらないですね。そうですそうですよ。広角がない人はこの撮り方がいいと思います。たくさんここでもインスタ映えを教えていただいたんですけど、まだあると聞いたんですけど。そうなんですよ。あともう一つありまして、多分千尋さんも知ってるような有名なインスタ映えのところに行きたいと思います。どこだろう。行ったことあるかな。お楽しみに。ちょっと楽しみにしていきます。行ってきます。こちらの花バーでのインスタ映え講座ですか、レッスン終了いたします。ぜひ次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。